ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅第3話は宗谷本線を走破し、稚内から旭川へ。道内で最も人口の少ない音威子府村で途中下車。さあ今回はどんなノマド旅になったのか、それでは全貌をご覧ください。おはようございます。本日は稚内から音威子府を経由して旭川へと向かいたいと思います。ちなみに今回の北海道3週間なんですが、こちらのコールマンの35リットルのリュックのみで旅行しております。パッキングを駆使するとこれだけの荷物でも十分に国内旅行を長期間楽しむことができるんですね。今日は途中駅でちょっとね下車する予定なんですけど、その途中駅までもね3時間ぐらいここからかかるんで、セイコーマートでお昼ご飯買って電車の中で食べようかなと思っております。2泊滞在した稚内を出ます。今日乗る列車はですね、普通列車10時28分発の名寄行きですね。カードをお受け取りください。切符をお受け取りください。今回はですね、こちらの北海道&東日本パスを使って移動したいと思います。こちらね、JR 北海道と JR 東日本の、普通列車と快速列車が乗り放題になる切符ですね。青春18切符と結構似てるんですけど、北海道と東日本でしか使えないのと、あと、こちら7日間連続で使うものとなってますね。そちらが青春18切符との違いです。値段がですね、11,330円で7日間使い放題と。で、今回、稚内から旭川までおそらく6000円ぐらいかかるんで、だいぶ、今日1日だけで半分ぐらいの元が取れちゃうみたいな。めちゃめちゃお得です。ただ注意点として特急列車が使えないので、結構その点が難点かなと思います。時間に余裕がある人じゃないと使えないですね。改札が始まったので、ホームに来ました。こちら稚内駅、日本最北端の駅の様子ですね。こちらの1両のディーゼルカーで向かいます。セイコーマートで買ったパンとコーヒーをいただきます。こちらは札幌発祥と言われているちくわパン。昨日に引き続きクリームパンを買っちゃいました。幌延駅では13分の停車時間があります。出発から1時間半ぐらい経過してるんですけど、まだここなんですよね。北海道でかすぎ。列車にはちゃんとトイレもあるので長距離移動も安心です。列車の運転台、こういうの見るとテンション上がる。次は音威子府です。音威子府ではすべてのドアが開きます。
稚内駅から3時間かけてこちらの手塩川温泉駅に到着しました。見てください。とても小さな駅ですね。手塩川温泉駅の駅舎の中はこんな感じとなってます。手塩川温泉駅の時刻表なんですけれども、列車の本数がめちゃめちゃ少ないですね。1日上下合わせて4本しかないです。名寄までは1130円かかるみたいです。周辺は地域バスも運行されてるみたいですね。手塩川温泉駅の全体図ですね。一両の汽車だったんですけど、その汽車がギリギリ止まれるぐらいのホームの長さしかないですね。宗谷本線はですね、電化されてないので、電線はもちろんありません。南都駅出てすぐに熊出没注意の看板がありました。いや、ちょっとここでさすがにヒグマと会うのは避けたいところですね。怖い。地域バスのバス停もこちらにあります。本数は列車よりは多いですけど、それでも1日5本。いやー、この雄大な景色、まさに北海道って感じですね。いや、すごいな。そしてめちゃめちゃ天気にも恵まれてます、今日は。稚内は曇りだったんですけどね。全然車もいなければ人もいないし、なんか野生動物との遭遇率の方が人間よりも多そうな、そういった感じですね。こちら、なんて読むのかわかんないんですけど、泊若内橋となってます。こちらね、手塩川に架かる橋ですね。見てください。こちらが手塩川です。北海道の川らしくめちゃくちゃ水が綺麗ですね。こちらが音威熱風村の温泉施設、手塩川温泉住民保養センターですね。こちらで温泉を浴びていきたいと思います。日帰り入浴の料金はなんと大人400円。めちゃくちゃ安いです。保養センターにはレストランもありますが、残念ながらこの時はすでに閉まってました。音威熱風そばが有名みたいですね。バスが16時15分発なんですけれども、今2時前なので2時間ぐらいありますね。ゆっくり温泉に入りたいと思います。温泉に浸かってきました。温泉はですね、中に、浴槽が2つと、あと露天風呂が1つ、1箇所ありました。温度はね、そんなに熱くもなく、逆に冷たくもなくで、かなりちょうど良かったです。露天風呂は、この時期のこの場所だから仕方ないんですけど、ちょっと虫が結構浮いてたんで、苦手な方はご注意ください。保養センターの建物、こちら側からご覧ください。ちょっと雲が出てきてしまったんですが、湯上がりにはぴったしの天気というか、風がすごく気持ちいいです。保養センターの目の前の景色はこんな感じですね。辺り一面草っぱら。こちらの16時15分のバスで音威熱風駅に向かいます。音威熱風駅到着しました。駅舎はかなり立派ですね。音威熱風駅前の様子はこんな感じです。乗る予定の電車まであと1時間弱あるんで、ちょっと音威熱風の村を散策してみたいと思います。こちらが道の駅音威熱風ですね。5時に閉店するんですが、あと10分ほどあるので、
中へ入ってみたいと思います。小さな道の駅ですが、中にはちゃんと売店やレストランもあります。もう時間がないので味わえないんですけど、こちらオトイネップそばと常盤ラーメンというものが有名らしいですね。オトイネップそばは黒いそばとして知られているみたいです。オトイネップ村なんですけど、かなり寒暖差が激しいらしいですね。そして極寒時にはマイナス30度以下に。寒いですね、すごく。そして道内でも有数の豪雪地帯ということで、降雪量が12メートルを超える。すごい。また、オトイネップ村はですね、北海道で一番人口が少ない自治体だそうですね。日本でかな？どっちだろう？ちょっとわかんないですけど、人口がですね、700人ぐらいしかいらっしゃらないそうです。なので、日本一小さな村とか言われるのかな？そういった場所ですね。駅からすぐのところに、コンビニはないんですが、スーパーマーケットというか商店がありました。こちらで食材の買い出しとかはできそうですね。おそらくオトイネップ村で一番メインの通りだと思うんですけれども、ご覧の通り人は歩いてないですね。車もまばらです。人口が少ないので道路で有利だってできちゃいます。これから旭川に向かうんですけど、旭川まではオトイネップ村からは129キロもあるみたいです。長えな。オトイネップ村歩いてると意外と新しめの建物も多いですね。北海道で一番小さな村の駐在所ですね。名寄警察署の管轄のようです。こちらがオトイネップ村の郵便局です。こちらがオトイネップ村の役場ですね。オトイネップ村のガソリンスタンドはエネオスでした。オトイネップ村の小中学校なんですけど、かなり建物が立派で驚きました。校庭もめちゃめちゃ広いですね。こんなとこで幼少期過ごしたら結構それはそれで楽しそうですね。オトイネップ小学校、現在はですね、中学校と一緒になってるみたいなんですが、創立なんと明治39年だそうです。かなり歴史があります。これぞ北海道という道ですね。人がいない。こちらがオトイネップ村の中心部にかかるオトイネップ橋ですね。手塩川が流れております。はい、散策を無事に終えてオトイネップ駅に戻ってきました。列車まであと10分ぐらいあります。ちょうど列車来た。オトイネップ駅の中の様子です。かなり綺麗ですね。改札はですね、16時10分に営業終了とのことで、このまま直接列車に乗るパターンですね。オトイネップ駅は駅そばで有名な駅だったそうなんですが、残念ながら店主の方が亡くなられたみたいで、それに伴ってこちらの蕎麦屋さんは閉店となってます。残念ですね。2021年2月8日閉店とのことですね。ありがとう常盤県というノートもあります。駅には充電も可能な座敷のスペースも備わっています。こちら頑張れ宗谷本線と書かれてますね。宗谷本線もなかなか廃線寸前といったところなんでしょうかね。先ほどの列車に乗るみたいですね。どうやらこちらの列車に関してはオトイネップ駅が始発のようです。この列車で名寄まで向かいます。オトイネップからの乗客は僕を合わせて2名。列車の車内はかなりレトロな感じです。旅のお供といえばじゃがりことビール、間違いない。
こちらは古い車両なのでトイレは和式でした。音威子府から1時間ちょっとかけて名寄駅到着しました。こちらで20分ほど待ち合わせして旭川駅の列車に乗りたいと思います。さっきまで乗ってきた列車は名寄駅で再び音威子府行き列車に変わるみたいですね。名寄駅の構内はこんな感じです。こちらも窓口はすでに終了してます。名寄まで来ると列車の本数ちょっと増えますね。快速とかありますし、旭川行きの列車の本数も多くなっております。名寄駅前の様子ですね。こちらが名寄駅の駅舎です。名寄駅目の前に食堂がありました。列車の待ち時間が長いときはここでご飯にしても良さそうです。こちらが名寄駅前の大通りです。名寄はかなり大きめの街だと思われます。名寄の地名をもじった駅前交流プラザヨローナだそうです。こちら観光案内所も兼ねてるみたいです。ヨローナの中は観光案内所やバス待合所、イベント会場などがあります。そしてギフトショップもあり、レンタサイクルもあるみたいですね。こちらが名寄から旭川へ向かう乗り換え列車ですね。こちらはおそらく新型の車両と思われます。旭川駅に無事到着しました。稚内から普通列車で6時間ぐらいトータルでかけてきました。めちゃくちゃ遠かったです。いや、なんか無事に着いて本当に良かったですね。駅舎がだいぶ綺麗ですね。そしてすごく立派。4番線より20時56分発普通列車銀座行きが出発いたします。旭川といえば旭山動物園ですよね。旭川駅前北口の様子です。ホテルのビルとかたくさんありますね。そして何よりめちゃめちゃ広い。駅前がこんなに開けてるのって国内だとそんなにない気がしますね。どちらかというとちょっと海外っぽい感じがしなくもないです。旭川駅。なんか稚内と比べて明らかに若い人が増えましたね。これは街全体が若いのか、それとも今の時間帯若い人だけが旭川駅周辺をうろついているのか、ちょっとよくわかりませんが、とにかくなんか都会って感じがしますね。旭川も京都や札幌と同じく5番目上の街並みとなっております。そしてこちらが今日泊まるホテル、ホテルテトラですね。ビジネスホテルだと思います。フロントのそばの共有スペースには自販機やコーヒーマシン、電子レンジがあります。チェックイン完了。館内はちょっと古いですが綺麗に保たれています。本日の部屋はですね、1611号室なんですが、見てください。ビジネスホテルなんですが、床がですね、畳となってます。珍しいですね、これは。とは言っても和室なだけであって、他はそれほど他のビジネスホテルと変わらないですね。サービスの面とか。冷蔵庫もちゃんとついてます。コーヒーはないみたいですね。ですが、お茶はあります。2泊で清掃なしプランなんですけど、7500円とかだったんで、かなりお得なんじゃないかと思います。こちらがユニットバスですね。ちょっと狭めですが、綺麗です。ホテルテトラなんですけれども、どうやらコインランドリーがホテルの中にないそうで、すごくスタッフさんに
申し訳なさそうに説明されたんですが、こちらの系列ではないホテルキャビンさんのコインランドリーを使ってくださいとのことでした。ちょっとこの点に関してはホテルテトラに宿泊される方はちょっとご注意ください。ホテルのすぐ近くにはセイコーマートがありました。こちらで買い出しは可能です。セイコーマートではこちらの道産昆布だしうどんっていうやつと、パルムっていうね、多分こちらも北海道限定のビールだと思います。こちらを購入しました。こちらが今日の夜食ですね。ちょっとビターなテイストですが、すごく僕はこれ好きですね。結構安かったんですけど、品目を見るとビールって書いてあるんですよね。だから発泡酒ではないのかもしれないです。結構海外のビールの味に近いかなっていう印象ですね。この味だったら全然僕買っちゃうな。いや、北海道は札幌クラシックとか結構美味しいビール多いんで最高っす。こちらがうどんの中身ですね。うどんはお湯を入れて3分で出来上がりました。あ、意外とあっさり。なんかセイコーマートで一番売れてるカップ麺の一つみたいなんですけど、普通にうまいですね。なんか安かったんですけど、多分100円しないぐらいだったんですけど、全然悪くないですね。ちょっと濃い味好きな人には物足りないかもしれないですけど、僕も結構濃い味好きですけど、夜食で食べる分にはすごくちょうどいいなっていう感じです。和室のビジネスホテルも悪くないですね。布団がふかふかで気持ちいいです。今日はこの辺で就寝したいと思います。それではおやすみなさい。手塩川からグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。